皆さんこんにちは。リンク所属ハンマー FM の浜健です。いよいよ今シーズンも大会がスカーミッシュから幕を開けました。ちょこちょことゼロビルドのディオ大会も目にすることから、今回はゼロビルドのインベントリについて調べてきました。今シーズンの今時点でのインベントリ構成について確認をしていきましょう。この動画を最後まで見ていただくと EU アジアでのゼロビルドでの流行りのインベントリ構成を抑えることができると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。ハンマー FM は皆様の高評価とチャンネル登録の提供でお送りさせていただきます。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。さて、今回は EU とアジアで先日開催されたスカーミッシュからね、ゼロビルドディオの大会からレートが高いマッチを中心に EU2 試合、アジア3試合を調査してきました。調査のタイミングとしてはゼロビルドなので結構ね、撃破ペースが速いことから第2円と第4円の同じマッチで2回に分けて計測をしてきたっていう感じですね。なので10回計測のタイミングがあったという感じになっています。計測のタイミングを第2円と第4円にした理由としては、おおむね構成は第2円で整っていることっていうのがまず一つ。そして第4円以降からはゼロビルドの特性上インベントリの中身っていうのが減少していく一方っていうことが多くて、確認するには第4円っていうのがバランスが良さそうだなと思ったからです。また第2円、第4円と同じマッチで2回計測していることについては、後半に行くにつれ武器の構成自体が大きく変化するのではないかっていう仮説を確認したくて、そのようにしています。それでは早速見ていきましょう。まずはインベントリ構成から話していきます。ゼロビルドの場合は基本的には武器2枠、回復が1枠から2枠、そしてその他も1枠から2枠となっていました。主に武器枠はショットガンとアサルトを持つことが多く、サブマシンガンに関してはね、ライトサブマシンガンが出た場合は持つという場面っていうのが確認ができました。ショットガンに関しては全体で見ていくと第2円はタクショの割合が多く、第4円時はポンプの割合が多くなっているのが特徴的でした。これはアジア EU 関係なくその傾向にありました。そしてアサルトは圧倒的に通常のアサルト、つまりスカーですよね、を持つことが多くて、多少 EU の場合はサイレンサーを持つ場合もありましたが、基本的にはやっぱり通常のアサルト、スカーっていうのが多いようでした。あと目立った特徴としては EU ではスコープ付きのアサルトを持つ割合っていうのがアジアより多くて、アジアの平均 3.7 に対して EU は 16.9% となっていることが分かりました。また SMG に関しては全体的に保有割合が EU では 5% 前後と低くて、アジアではライトサブマシンガンが出た場合は保有率が 10% を超えていましたが、やはり優先順位としてはアサルトの方が優先的であるということは確認ができました。ハンドキャノンは出現率もそこまで高くないこともあるのか、持つプレイヤーが全体母数から見ると少なくなっていて、全体としては 5% 以下となっていました。そして回復です。回復はミニポとチャグチャグの2強となっていました。回復2枠の場合はこの2枠の構成が一番多い構成となるようです。稀にチャグチャグを2枠というプレイヤーもいましたが、それは全体的にはやっぱりレアなようでしたね。EU とアジアの差で見ていくと、アジアの方がデカポの保有率っていうのは高くなっていました。この理由としては、アジアで回復枠2枠っていう構成がね、多いことに対して EU では回復枠が1枠構成にしているパーティーっていうのが多かったためですね。そしてその他の枠っていうのは基本的には移動系が多くて、多くのプレイヤーっていうのがポータル裂け目、そしてグラップラーを所持していました。裂け目とグラップラーの両方インベントリに入れているプレイヤーもよく見かけていて、 EU では保有率は半々となっていました。アジアではね、どちらかというとグラップラーの方が人気のようでしたよ。第2円から第4円の変化で終盤に行くにつれポケットバンカーを保持するプレイヤー数っていうのは増えていて、特にチャグチャグなどの処理に時間がかかるアイテムを保有するプレイヤーに関してはポケットバンカーは必須となっていました。また序盤は撃破するためにブギーボムを持っているプレイヤーもよく見られ、アジアでは第2円時において 31.9% がブギーボムを保有しているという結果になりました。その他スモークも全体の中では 10%、程度ですね、保有していることが確認できています。
さて、それではディオでのおすすめ構成っていうのを見ていきましょう。まず武器枠の1つ目、ショットガンに関してですが、序盤は2人ともタクショ、中盤からタクショとポンプになっていきそうです。そしてアサルトに関しては序盤から通常のアサルトとなっていきそうです。そして回復枠、まずは2人ともミニポを持つことが多いようでした。そして1人が着々を加える予定となっています。最後にその他の枠、回復1枠の場合はポケットバンカー、グラップラー、回復2枠の場合はポータル裂け目、もしくはグラップラーとなっていました。その他の枠で面白いことっていうのは、ポケットバンカーの保有率より移動系の保有率の方が高くて、移動系の方が優先されているっていうのが分かって、バンカーよりグラップラーの方が使用回数が多分ね、多いことから逃げた方が早いという判断があるんじゃないのかなとは思いました。全体を通して分かったこととしては、ゼロビルドはバトロワよりインベントリ構成がシビアで、前半中盤でも内容を変えていく必要があるということです。今シーズンは回復も少なく苦労することも多いとは思いますが、せっかくのオリジン環境なので楽しんでみてください。さて、いかがだったでしょうか。今回は新シーズンのゼロビルドインベントリの構成について調査をしてきました。来週には新しい武器がまた登場してくるので、構成も変わっていくとは思いますが、現時点でのということで報告をさせていただきました。余力があればバトロワの方や週ごとに構成をアップデートしていきたいなとは思います。はい、ハンマー FM ではハマケンの独自視点で面白いなと思ったことを動画にしていきます。またこんな動画が見たいなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。あと、今回もコメントお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆様の参考に少しでもなれば幸いです。それでは、